ただきます。これをずっと食べたかったうん、もちもち、美味しい。今回さ、ベストバイのさ購入品をさ選んでみたんだけど、結構共通で使ってるものも多かったじゃん。なんかその中でさこう一番なんか使ってよかったなって思うものとかある？やっぱ加湿器。いやわかる。エアコンつけると乾燥しちゃうじゃん。でも加湿器ってさ、だいたいそのふわーって出てあったかくはならないじゃん。でもこの加湿器さ、あったかくなるし湿度も増えるから、なんか一石二鳥みたいな。ね。他はね、ストーブ。ストーブね。魔法の鍋だよね。そう、やっぱちゃんと野菜とかお肉のその出汁っていうかさ、中に含まれてる水分で蒸してくれるから、すごい旨味が出てる気がする。前まではさ黄色い深鍋しか持ってなかったけどさ、今年ちょっと朝型のさ、やつ買って、なんかあっちの方が結構使ってる率高いかも。そうだね、2人だったらあれでもいいかもしれない。お鍋とかね、するときは深い方を使うけどね。なんか動画で紹介したやつはさ、結構ほんとよりすぐりのみたいな感じのアイテムばっかりだったんだけど、結構日常的に使ってるなんか消耗品の中で買ってよかったなって思うのは、なんかこのねアズマジックの焦げ取り、もうこれで焦げ取りするのも楽しくてつるんってさ落ちるからさ、めちゃくちゃ日用品だね。めちゃくちゃ日用品なんだけどそう、この焦げ取りはねめっちゃ買ってよかったね。すごい反響あったよね。すごい反響あった。なんか本当にねつるんって落ちるから、掃除がね楽しくなっちゃう。それ大事だね、楽しくなる。そうなんかさゴリゴリゴリってやるとさ、フライパンとかさ傷つけそうだしさ、これつけておけばさつるんって取れるからさ、めっちゃ買ってよかったこれ。あとね葛根湯と R1 すごい日用品だな。両方。いやなんか私もさ風邪ひきかけたじゃん。なんかちょっと喉痛いかもとかさ言ってたけど、この R1 とさ葛根湯飲んでたらさ、なんか重症にならなかったっていうか、なんか1日で良くなったからさ、これのおかげかなって思ってる。消耗品で買ってよかったもん地味におすすめなやつすごい地味動画にね入りきらなかった。そうだね。なんかマイベストはさなんかある？マイベストね、結構もうダントツなんだけど、これです。このスマーフのセットアップ。いやこれ本当すごい着用率だよね。着ていくと大体その会った人とかにそれどこのですかって聞かれる。ポップアップでもそのご夫婦で来られてる旦那さんから帰り際にずっと聞きたかったんですけど、それどこのなんですかすごい嬉しかった。確かになんかさそのセットアップ着てるだけでさちょっとこなれ感出るよね。そうでもそんな高くない。いくらぐらい？上下で2万前後ぐらい。安いね。上下でって考えたらね。そう、このさフリフリとかついてたらさ 4,5 万しちゃってもなんかおかしくないかなって思うけど、意外としない、そこまで。かわいいそれ。あとね、そうさっき言おうと思ったけど、無印のこの指が開いてる手袋。私のじゃん私のっていうね、夫婦のねいやなんか最近さ使おうと思ったらあれないと思ったらさ手袋あるじゃんいやあっちはあっちで使いたいんだ。そうなの？視聴者さんからもねベストバイを聞いてトップ5、紹介しようと思います。気になるねそれは。第5位、象印の加湿器。一緒じゃん。一緒第5位なんだね。第5位。いやこの加湿器ほんといいもんね。
なんかコメントとかあったの？転倒しても水が漏れにくいとか、ああそうなんだ。あとロック機能とかがついてたりとか、お子さんがいるお家とかでなんか使いやすいっていう、コメントが結構あったね。第4位はね、デロンギのコーヒーマシン。これも一緒。結構ねかぶってるんだよね。ほとんどかぶってる。デロンギは確かに。最近さ、カフェラテ、ラテアートしようと思ってさ、全然うまくいかないんだけど。綺麗に真っ白な。あ、そう綺麗に真っ白になっちゃうんだけど。でもそういうのもね楽しいよね。デロンギのコーヒーマシン。そうなんかカフェ気分でコーヒーが飲めるのがね。めっちゃコスパいいっていうコメントが結構あった。確かに。でね、第3位はバーミキュラかストーブのお鍋フライパンがなんか同率ぐらいだった。私も結構バーミキュラにするかストーブにするか悩んだけど、今はねストーブで統一してるね。みんなどういう使い方してんだろう？みんなどういう使い方してんだろう。なんかどういうお料理がおすすめかよかったらねコメントで教えてほしいです。気になるね、気になるよね、みんながよく作ってるメニュー。第2位プロジェクター。プロジェクター？どこのプロジェクター？アンカー。ああ、何見てんだろう。ね、何見てんのかね。やっぱネットフリックスとかを見てんのかね。韓国ドラマとかアニメとか。場所取らないからね、そのテレビみたいに。意外。こうやって見るとさ、やっぱ家電が多いなって感じ。あとね、パンテラとかも結構いらっしゃったね。このパンテラのちっちゃいやつ。そう。デロンギのコーヒーマシンとか加湿器とかパンテラとかプロジェクターとか、ベストバイ皆さんは家電がすごい多かったです。じゃあ第1位は？第1位はね、もしかしたら皆さん気を使ってくださったのかもしれないんだけどボヌークのディフューザーとオイルインミストすごい気を使ってくれたのかもしれないんだけど、ダントツで。いやコメントとしてはね、多くいただいてたしね。全体のね5分の1か4分の1ぐらいボヌークですって言ってくださってる方が多くて、気を使っていただいても嬉しいね。そうね、でも本当にいいアイテムだから、そうだね。いや本当振り返るとね、ボヌークに奮闘した1年だったなって感じだから、なんか喜んでいただけて嬉しいなと思う。なくなっちゃってるのが申し訳ないけど。あ、そうね。ほとんど。早くね再販できるように2025年も頑張っていきたいと思いますので、買えなかったよっていう方はね少しお待ちいただければと思います。2025年の話とかはまた年始にするの？そうだね、2025年の抱負も含めてまた次の動画でお話ししたいなと思う。1月5日？1月5日はちょっと動画をお休みさせていただくんですけど、その次の週から動画の更新をまた再開しようと思ってるので、年始はねちょっと私もお休みモードで過ごしたいなと思います。きっといろんな大きな抱負が聞けるのかな。ハードル上げないで。そうか、ごめん。いや、俺も気になっちゃって。あ、そっか。まだ言ってないこともあるしね。そう。楽しみ。はい。私も2025年楽しみです。じゃあ締めの言葉お願いします。急に初めてなんだけど。いや、もう締めって言ったらね。自分にとってはやっぱ「ポップアップがもう初めて皆さんと関わった機会で、ずっとこのね、動画でちょこっと出るだけだったから、本当に気にかけていただいた方も来ていただいた方も本当にありがとうございましたっていう感じで、良いお年をっていう感じですね。そうだね。いや、私も初めてねそういうイベントとかでルームメイトの皆さんとお会いできてお話できて、めちゃくちゃ貴重な機会を与えていただいた年だったなっていうふうに思いますし、
なんか楽しい時も嬉しい時も、悲しい時もね皆さんにこう支えて、もらったなというふうに振り返ります、なのでねまた来年そんな、皆さんに恩返しができるような1年に、していきたいなというふうに思いますので、2025年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね寒い日が続きますので、お互い体調に気をつけて、新年を迎えましょう。良いお年をお過ごしください。良いお年を。バイバーイ。バイバイ。